皆さんこんにちは。 TLS の渋谷です。いつも TLS クラスルームを楽しんでくれてありがとうございます。で、このシーズン1の総集編が今日でファイナルになります。イエーイ。で、この総集編はいつもちょっと調子に乗っている渋谷が真面目に日本語の先生として、振り返りをしていくというふうに進めてきたものだったんですが、今日で、ファイナルになります。始まりがあるものには終わりがある。深いなということで、前回までは、エピソード6まで出てきたので、今日はエピソード7見ていきましょう。ここでは、中級で出てくるわけがない、わけではないという文型の、違いを取り上げて説明をしました。で、中級ぐらいのレベルになってくると似ている文型いろいろと出てきますよね。例えばものシリーズ、ことシリーズ、わけシリーズ、限りシリーズ、こういうふうに TLS ではその似ている文型を整理して、授業を進めています。で、私たちは似ている文型の違いを全て覚える必要はないかなというふうに思っています。で、これって、今まで勉強した簡単な言葉でも説明ができますよね。なのでこういった文型は自分が使える文型、絶対に間違えない文型、得意な文型、そういったところで覚えて、それをちゃんと正確に使っていくっていうところが大切かなというふうに思います。これは、中級でも上級でも同じですよね。続いてエピソード8見ていきましょう。で、ここでは例えばっていうのを文の後ろにつけずに、文の中になどのようなを使っていきましょうという話をしました。でもこれで 100% っていうことではないですからね。文の後ろにつけたり文の中に入れたりしていろんなパターンを使っていきましょうということでした。中級レベルを考えた時にいつも同じ文法を使っていると、文法的には間違ってはいないんですけど、やっぱ見せ方の部分でちょっともったいない感じがしますよね。で、これって初級の時の、授業で毎回繰り返し同じ文法を使っていたっていう日本語教育の影響なのかもしれないですよね。やっぱりどんな言語でも同じ表現とか同じ構造を何度も繰り返し使っているっていうのはあんまりやっぱ見え方が良くないですよね。私たちの初級ではもっといろいろなものをくっつけるようにしているんですが、それだとちょっと焦点が分かりにくくなっちゃうのかな。今日は日本語教育をちょっと切ってみました。ここではJLPT の話をしましたね。で、試験なんて関係ない、こんなことって言えないですよね。 JLPT の結果っていろんなところにやっぱり影響が押してきますから。で、大体10年ぐらい前に JLPT が年2回になってからずーっと JLPT のことを勉強しているっていう学校もあるみたいですね。で、先輩から聞いたんですけど、年1回だった時はもっといろんなことを勉強している学校があったっていうふうに言っていました。これを聞くといろいろと考えちゃいますよね。でも受験するなら絶対合格してほしい、これは間違いないです。なので世界中で受験をする100万人の皆さん、この100万人の皆さんが全員合格して合格率 100% っていう時を、目指していきましょう。こんなことってできるのかな、今の JLPT で。そんなことを考えながら最後エピソード10ではたとたんを取り上げて勉強しましたね。で、これはアクションの時間に関係する、こういう文型には何々したばかりとか何々したところというのがありましたね。その時にはアクションのどの場面なのか、前の行動なのか後ろの行動なのか、これを考えていきたいですね。最後ちょっと駆け足になりましたが、来週からいよいよ TLS クラスルームシーズン2が始まります。イエーイ。まだ私にもどんな内容を取り上げていくのかっていうのはちょっと分かりませんが、皆さん楽しみにしていてください。それじゃあ皆さん来週またお会いしましょう。 TLS の渋谷でした。